イタリア南東部アブルッツォ州とモリーゼ州の伝統的な名物料理であるアロスティチーニを大食いするあまり、古い車のエアコンを修理しなければならなくなったのはなぜだろう。アブルッツォ州とモリーゼ州の険しい山々で生まれ育った羊飼いたちが、マイエラ山脈とグラン、サッソ山脈の間の清らかな流れの中で、愛する羊の群れと共に儀式的な沐浴を行うことによって完全に無菌状態にした本物の汗だけが、完璧なアロスティチーノの神聖な規律に従って、伝統的に認められている唯一の本物の調味料なのである。そのため、近年の夏の気温が35度を超え、しばしば35度に触れるようになり、その結果、そのような高貴な起源を持たない私の都会的な汗が、神聖なアロスティチーノの美味しさを取り返しのつかないほど損なう危険性があることを考慮し、私はこの冒涜を避けるために、時代遅れではあるが定期的に整備されている移動手段のエアコンを修理することにした。カーエアコンが効果的に冷えなくなったが、コンプレッサーの作動音が聞こえる場合、おそらく冷媒の損失が原因であろう。典型的な症状としては、空気が十分に冷えない、適切な温度に達するまで時間がかかる、システムから異音がする、ダッシュボードの後ろからゴーゴーという音がする、などがあります。このような症状がある場合、システムの再充填や漏れのチェックが必要かもしれません。システムが単に排出されている場合は、市販されている様々な冷媒ガス補充キットのいずれかを使用し、場合によってはリークテスターを併用することで、迅速かつ安価に動作を回復させることができます。私の場合、最初はボール締めシリンジと冷却ガスボンベからなるキットを使用した。しかし、2ヶ月ほどすると、システムは再びきちんと冷えなくなった。おそらく、注射器タイプのボールシーラーは、すべての車の空調システムのゴムと金属部品の両方に、0.3mm までの冷媒ガスのマイクロリークを永久的にシールするのに有効なのだが、最適な効果を発揮するのに時間がかかり、その間にガスがさらに漏れてしまったからだろう。そのため、2回目の補充も試みることにしたが、3イン1キャニスター、キットを使用することにした。このキットでは、特にゴム部品のシール、注油、システムの補充を1回の作業で行うことができ、おそらく前回の処置との相乗効果で、少なくともこれまでのところ、この問題を効果的に解決することができた。リチャージキットに欠かせない付属品は、圧力ゲージ、タップ、低圧側バルブ用クイックカプラー付きホースです。この計器は、システム圧を監視し、適切な量の冷媒ガスを確実に追加するために不可欠です。圧力計がないと、システムが無負荷なのか過負荷なのかを知ることが難しく、コンプレッサーにダメージを与える可能性があります。通常、冷媒ガスボンベには、周囲温度に基づく最適な圧力パラメーターを示す図が記載されています。これは、大気条件が効率的な運転に必要な圧力に影響を与える可能性があるため、システム内で維持すべき適正圧力を決定するのに役立ちます。基本的に、エアコンのリチャージは、パンク修理用キャニスターを使ってタイヤに空気を入れるのとほぼ同じです。最初にすべきことは、使用されている冷媒ガスの種類と必要量を特定することで、通常、車のハンドブックまたはボンネットのラベルに記載されている。私の場合、R134A ガス 700g、システムが完全に排出されている場合、低圧バルブの位置は、カーエアコンを再充填するために不可欠である。それはガス吸入パイプの一番太いところにあり、通常はコンプレッサーの近くにある。キャップは青か黒で、高圧キャップは赤であることが多い。L 一重陰陽符や一重陰陽符ロー一重陰陽符といった略号で識別されることもある。低圧と高圧のバルブの接続は異なっており、低圧は接続が大きく、高圧は接続が小さい。測定を進める前に、中国の輸入品店では温度計の表示がすべて異なり、摂氏5度、可視約9度以上の誤差があることに思い当たった。そこで、信頼できるデータがあることを確認するために、私は撮影した温度計と車の外気温を測定する温度計を比較することにした。摂氏約3度、可視約5度上昇していることに気づいたので、この偏差を今後の計測のために覚えておこうと思う。中国の温度計は緯度が広く、それぞれ独自の温度解釈を持っていることは、偏見に満ちた西洋人にとってありがたく、心強いことである。つまり、ラベルに記載されている各 250g の R134A ガスが約 650g に相当し、空の缶の重さは各約 85g になった。この重量をガスに加えると、
ラベルに記載されている総重量となり、3イン1缶の場合はオイルやベールシーラーも考慮されている可能性がある。とはいえ、私がボールストッパーを使用し、最初のガス補充を行い、オールインワン製品で約2ヶ月後に2回目のガス補充を行った手順は以下の通りである。車のスイッチを入れ、エアコンを全開にしてファンを最高設定にし、温度を最低にする。こうすることで、冷媒が循環しやすくなります。低圧バルブのキャップを外します。クーラントシリンジを低圧バルブの接続部に接続し、付属のアダプターを使用してねじ込みます。指示に従い、シリンジをしっかりと持ちながらゆっくりと押し、ボール効果液をシステムに全て注入する。エアコンを少なくとも10から15分間つけたままにして、ベールシーラントをよく循環させ、漏れがあればそこに到達させて密閉します。システム内の現在の圧力を確認する。圧力ゲージを使用して空調システムの現在の圧力を確認します。周囲温度が摂氏約25度、可視約77度の場合、低圧セクションの理想的な圧力は約 2.4 から 3.1 バール、約35、45psi であるべきです。ベールシーラントを注入したら、シリンジを外し、キャップを低圧バルブにねじ戻します。充填管をよく振ってください。補充管をよく振り、クーラントを混ぜます。ホースをキャニスターにねじ込み、タップのネジが完全に外れていること、つまり内部のピンが完全に引っ込んでいることを確認します。圧力を確認したら、低圧バルブのキャップを外し、圧力ゲージとタップを取り付けたホースを低圧バルブに接続します。この時点でキャニスタータップを奥までねじ込み、約半回転緩めてガスがシステムに流れ込むようにする。プロ仕様の製品ではないため、キャニスターからシステムへ正しくガスが流れるよう、タップの開口部の適切な位置を見つけるには、少しずつ調整する必要があります。圧力計を監視してください。エアコンをフルパワーでオンにして5から10分吐き出した後、低圧セクションで 2.0 から 3.0 バール、約30、44psi の理想的な値まで圧力が上昇するはずです。タップをすべて緩めるとキャニスターバルブが閉じます。補充が完了したことを確認したら、ガスが漏れないように注意しながら、低圧バルブからホースを外し、キャップをバルブにねじ戻します。再充電が完了したら、車の吹き出し口から出る空気の温度をチェックし、システムが正常に作動していることを確認する。私の場合、外気温が約28度、可視82度で、前述のように温度計が約3度、可視5度の飢餓状態であることを考慮すると、ノズルの温度は約5度、可視41度である。したがって、エアコンは外気温より20度、可視36度、低い、約4から10度、39、50度 F の一般的な範囲内にあり、完璧に機能する。しかし残念なことに、車のエアコン、システムに R134A ガスを初めて補充してから約2ヶ月後、前述のようにシステムが以前のように機能しなくなっていることに気づいた。エアコンは十分に冷えておらず、2回目の補充でエアコンの効率がさらに向上したのではないかと思わせた。今回は冷媒ガスだけでなく、オールシーラーとエアコンシステム用オイルも入っているので、
とても実用的な3イン1製品を選んだ。このソリューションにはいくつかの利点がある。オールシーラーはゴム部品の小さな漏れをシールするのに役立ち、オイルはシールとシステム部品を良好な状態に保ち、システムの寿命を伸ばす3イン1キットを使って、私は最初の補充時のガソリンのみの缶と同様の手順を踏んだ。車両を準備し、システム圧が最低値をわずかに下回っていることを確認した後、圧力計付きホースを低圧バルブに接続した。キャニスターをよく振ってから、エンジンをかけ、エアコンを最大にした。この時点で、私はキャニスターバルブを奥までねじ込み、それから半回転ほど緩めて製品をシステムに流入させた。この間、圧力計を注意深くチェックし、圧力が最適な範囲内に保たれていることを確認した。3イン1製品の補充が完了すると、すぐにエアコンの作動が改善されていることに気づいた。実際、外気温約36度、可視97度の短時間のテストドライブの間、吹き出し口では約8度、可視46度の温度を検知した。よく言われる3度、可視5度の温度計の飢餓状態を常に考慮に入れていたが、半島結び状態の腕や足が最も信頼できる目安になったのは間違いない。もちろん、エアコンの長期的な有効性を評価するために、その後数日間にわたってエアコンの動作をモニターすることは常に良い考えである。結論として、もしあなたが手先が器用で、たとえ古い車であってもエアコンシステムの修理にかかる高額な費用を考慮するならば、システムを密閉する、あるいは単純に再充電する方法のいずれか、あるいは両方を試してみるのは良い考えかもしれない。もちろん、システムが完全に排出され、圧力が非常に低くなっていることにすぐに気づくなら、また、何度補充しても1ヶ月も経たないうちにシステムが完全に空になってしまうなら、それを主張するのは無意味だろう。この場合、プロにお金をかけたくないのであれば、リフレッシュするためにいくつかのギミックを試すことができる。例えば、ヴィンテージの竹製シートカバーを使ったり、助手席にアイスバケツを置いたり、トランクに家庭用ポータブルエアコンを設置したり、極端な方法だが、アングルグラインダーを使って車をオープンカーに変身させる。あるいは、私の田舎で言われているような格好にならないように妥協点を好む人、まだ季節が存在する場所にいる人は、エアコンの補充が少なくとも夏の間は続くのであれば、毎年自分で補充することを選ぶこともできる。キャニスターに含まれる天然ガス蒸炭化水素は現在、環境に害を与えないと宣言されていることを考えれば、年間数十ユーロの出費は納得のいく解決策かもしれない。ここまでビデオをご覧いただきありがとうございました。まだの方は、シェア、コメント、いいね、他のビデオのチェック、スーパーサンキュー、チャンネル登録をお願いします。応援ありがとう。バイバイ。